静かにくつろげる客室、高級感あふれるラウンジ、笑ってしまうほど美味しい料理とデザート、そしてお酒。今回はリッツ・カールトン福岡でどこまで楽しめるのか、ひたすらそれを体験していきます。クラブラウンジの料理、朝から贅沢すぎる朝食。正直、ここに泊まるだけで旅が完成してしまう、そんなホテルです。それでは、リッツ・カールトン福岡のホテルレビュー、スタートです。あゆむです。今回はいつもの一人旅ではなく、家族への親孝行としての旅行です。撮影日は2026年1月、福岡空港からスタートです。福岡空港は、世界でも屈指の便利さを誇る空港。なんと、地下鉄で2駅乗るだけで、主要駅の博多駅に着きます。どれだけお金がある人でも、距離が長ければ時間はかかります。例えば羽田も成田も、東京まで少し遠いです。でも福岡は、空港から都市部までがとにかく近い。この時間を短縮できる環境こそが、ビジネス面での最大のメリット。福岡が今、日本で一番勢いのある都市と言われる理由の一つですね。だからこそ、この街にリッツ・カールトンがあるのも納得です。天神駅に到着です。ここからは歩いて行ける距離ですね。というか、本来リッツ・カールトンに泊まる人って、空港からそのままタクシーで来る人がほとんどだと思います。でもそんな身分じゃないので、徒歩で行きます。リッツ・カールトン福岡に到着です。とても立派な建物で、すぐにわかります。空港からここまで、待ち合わせ時間を除くと約40分。この近さは、正直ちょっと感動します。福岡大名ガーデンシティタワーという建物の中にリッツ・カールトンがあります。このタワーの上層階ですね。入り口で荷物を持ってもらって中に入ります。正直、申し訳なさの方が勝ってます。中に入ると、まっすぐ伸びる通路があって、両側は落ち着いた色合いで統一されています。奥には生け花があって、空間のちょうど中心みたいな存在。全体的に静かで、ゆったりした雰囲気ですね。案内を受けて、ロビーへ向かいます。エレベーターも、わざわざスタッフの方が開けてくださいました。こういう細かいところに、丁寧な対応を感じます。ロビーでチェックインを済ませて、ウェルカムドリンクをいただきました。こちらは無料とのこと。本当にありがたいですね。飲んでみると、水にほんのり渋みと香りがあって、すっきりした味わいです。今日は天気も良く、ロビーから博多湾を一望できますね。スタッフの方に部屋まで案内していただきました。とても清潔感があって、高級感もあり、全体的に開放感のある空間です。枕は、なんと4つもあります。もしかすると、僕は頭が4つあると思われたのかもしれません。部屋からの景色は、シティビューです。今回のホテル料金ですが、宿泊はマリオットポイントで64,000ポイント。それとは別に、当日予約で、クラブラウンジアクセス付きの追加料金として、3人分で68,800円を支払いました。3人でこの値段は正直コスパいいと思います。その理由をこの動画でお伝えしていきますね。洗面所は大理石で、かなり綺麗です。シンプルですが、高級感がありますね。出ました。このハンドクリームは、正直かなり高価なものです。こういうところまでクオリティが高いのが、さすがリッツだなと感じました。こちらがお風呂場です。今はガラスが透明でリビングから見えていますが、もちろん閉めることもできます。洗面所やお風呂場は、全体的に白を基調にしたデザインですね。もちろん、ボディーソープだけでなく、高級なシャンプーとコンディショナーもあります。こちらはミニバーですね。無料のものと有料のものがあるので、そこは注意が必要です。部屋まで案内していただいた際に、あらかじめ有料のものと無料のものの説明がありましたので、その点は安心できます。棚にあるミネラルウォーターやこちらの野菜スープ、コーヒーは無料です。それ以外のものは、有料になっています。そして、窓側のテーブルの上には饅頭が置かれています。これはありがたいですね。開けてみると、4つに分けて袋に入っています。味は抹茶。それでは、いただきます。かなり甘めで、ミルク饅頭といった感じ。博多名物の通りもんの抹茶バージョンのような印象です。半分こしてミルク味を実食。いただきます。これはもう、通りもんそのもの。文句なしに美味しいです。早速クラブラウンジへ。ここでは軽食からドリンクまで、幅広く楽しめます。こちらは次の日に撮影したクラブラウンジの映像です。家具の配置やカーペット、全体のインテリアに統一感があり、日当たりの良い開放的な空間が広がっています。一つ一つにこだわりが感じられ、上質な雰囲気が漂っていますね。思わず長居したくなるラウンジです。今回のクラブラウンジは、朝食、軽食、アフタヌーンティー、
ディナー前のオードブル、さらにカクテルタイムとコーディアルまで、合計6回楽しむことができます。それぞれの時間帯でスイーツや料理が用意されていて、3人で追加料金68,800円と考えると、かなりコスパは良いと思います。時間帯によっては、料理やスイーツが食べ放題の時もあります。今の時代、ホテルでビュッフェを一度利用するだけでも、1人8,000円前後かかることも多いですからね。今は昼過ぎということで、アフタヌーンティーの時間、この時間帯は食べ放題というより、用意されたスイーツを楽しむスタイルですね。持ってきていただきました。あまおうつくしのデザートですね。あまおうは、福岡を代表するブランドいちごです。赤い、丸い、大きい、うまい。この頭文字を取って、あまおうと名付けられました。生産地もほぼ福岡県に限定されていて、全国的にも福岡といえばあまおうというイメージが定着しています。実は今回出てくる料理はいろんな風味が重なっていて、正直、いつものように細かい食レポはかなり難しいです。ただ一つ言えるのは、どれも本当に美味しいということですね。僕が高級料理に慣れていないのが、完全にバレバレですね。こちらは、鹿児島県産の赤エビと、相場風味のハトシスティックですね。見た目からしておしゃれですね。こちらは、天草産ホロホロ鶏と、宮崎県産の生胡椒を使った、パテドビ&ビーツです。名前からしてもう高級感があります。こちらは、福岡県産のユイファームアマオウと、プッタータチーズのベリーヌです。ベリーヌは、グラスに層を重ねて盛り付けた料理やデザートのことです。こちらは、プレーンとドライストロベリーです。今回はそのままいただきましたが、クロテッドクリーム、橙クリーム、あまおうジャムの3種類をつけて食べるのもおすすめとのことです。福岡産あまおうと、九州産平貝卵のショートケーキです。普通のショートケーキより、コクがあってクリーミーですね。宮崎県産、金柑とあまおうとムース、プロンドチョコレートです。5層にもなっているケーキは、なかなか珍しいですね。福岡県産のあまおうとライチのオペラ、スミレの香りです。見た目とは裏腹に、甘さ控えめで大人向けの味わいです。プールで一泳ぎした後、再びクラブラウンジに来ました。現在は17時半、ディナー前のオードブルの時間です。今回は食べ放題のスイーツや料理が用意されています。ホテルを出てわざわざ夕食を食べに行かなくても、このホテルだけで十分完結しますね。カレーがあるのはありがたいですね。よくあるビュッフェのカレーとどう違うか確認します。たまたま品が少ない時に取ってしまいましたが、すぐに補充されましたのでご安心ください。注文した飲み物はオレンジジュース。お酒も無料なんですが、舌がお子ちゃまなのでジュースです。気になっていた南関巻きツナをいただきます。高級感あるのに、親しみやすい味です。続いて、チキンカレーをいただきます。しっかり辛さがあって、コクもすごいですね。普段あまり食べないタイプの味です。これは、明らかにレトルトではないですね。名前は忘れましたが、注文すると席まで持ってきてくれる明太子パスタ。しかも料理は3人分を同時に提供してくれていて、このあたりの配慮はさすがだなと感じました。それではいただきます。明太子のピリッとした辛さと、しその渋みが相性いいです。高級感もあって珍しい味です。それに、3人分の料理を同時に運んでくれるだけでなく、スタッフの方が飲み水がなくなるタイミングを見計らって、すぐに補充してくれます。いや、逆にこちらが申し訳なくなりますね。家族から撮影用にシャンパンを借りました。ラウンジの夜の雰囲気と、シャンパンの色や泡がとても合っていますね。正直、高級な場所に来ると、お酒が飲めないとちょっと損した気分になりますね。でも雰囲気だけでも十分楽しめますね。クラブラウンジを出る前に、こちらの個室も見せていただきました。予約制で、会議などにも使えるみたいです。これから天神の街を散歩がてら歩いてみます。かなり栄えているので、雰囲気のいい映像が撮れそうです。玄関の一本道が特別感すごいです。普段は地べたに這い回っている存在なのに、突然偉くなったよう感じますね。建物を出る際、タクシーを手配いたしましょうかと聞かれましたが、しょぼい声で、いえ大丈夫です、歩いていきます。と答えました。あっという間に現実に引き戻されました。天神の街は、ネオンが輝く建物とイルミネーションが調和していて、夜の街並みがとても華やかです。福岡市中心の天神は、江戸時代の城下町の名残を残しつつ、百貨店やオフィスビルが立ち並ぶ近代都市です。ショッピングやグルメ、カフェが充実し、昼は活気、
夜はネオンやイルミネーションで華やか、歴史と現代の魅力が同時に楽しめます。天神だけで買い物もグルメも日用品も揃い、観光の起点にぴったりですね。リッツ・カールトンに戻ってきました。夜のロビーはとても静かで、昼間とは違ったゆったり落ち着いた時間が流れています。リッツ・カールトン福岡のロビーは博多の街と自然の調和をイメージしてデザインされています。歩いているだけで街の洗練された雰囲気と自然の優しさを同時に味わえるような感覚になり、昼と夜ではまた違った表情も楽しめます。まさに都会と自然が上手に溶け合った上質な空間と言えるロビーですね。他のリッツ・カールトンと比べると福岡は東京とちょっと近い雰囲気を感じます。行ったことある方だったらわかるかと思うのですが、リッツ・カールトン東京も高層階にあって落ち着いた色調の洋風テイストがあるので空間の雰囲気は似ていますね。高層階から街を眺めながら都会の洗練さと博多湾という自然の調和を同時に楽しめるのがリッツ・カールトン福岡の特徴です。電話で頼むと無料でアイマスクを持ってきてくれました。これでぐっすり集中して寝られそうです。再びクラブラウンジにやってきました。今はコーディアルの時間帯です。今日はデザートだけですが、これらは食べ放題。好きなだけ楽しめますね。美味しそうなデザートばかりですね。虫歯にならないかは気になりますが、今日は我慢せず楽しむことにします。早速取ってきました。どれもめっちゃ甘そうですね。特に気になるのは、この抹茶ケーキ、リッツ・カールトン福岡と書かれています。食べてみると、見た目ほど抹茶の味は強くなく、まろやかで食べやすいですね。飲み物はアルコール控えめのカクテルです。久しぶりのお酒でしたが少し痺れます。続いて、イチジクのタルトと野菜スティックを持ってきました。まずは野菜スティックからいただきます。正直に言います。今回の旅行で一番美味しかったのは、この野菜スティックです。新鮮でシャキシャキ、甘みもあって、本来の野菜ってこんなに美味しいんですね。普段食べている野菜と何が違うんだろう？とても気になります。イチジクのタルトをいただきます。今まで感じたことのない不思議な味ですね。実はイチジクを食べるのはこれが初めてで、最初は何のフルーツか全然わかりませんでした。メニューを見たら、やっとイチジクだとわかりました。おはようございます。今、ロビーに誰もいなかったので撮影しています。夜とはまた全然違う雰囲気ですね。自然光の入り方が計算されていて、広々とした開放感があります。僕が感じたのは、ただの豪華さじゃないんです。家具の配置やサービスの細かいところまで計算されていて、静かで落ち着く空間。ここで過ごす時間は、まさに極上ですね。もちろん、博多湾もしっかり見えます。少し雲がかかっていますが、天気予報を見る限りは雨の心配はなさそうです。部屋に戻ると、ガラスが少し曇っていますね。今は1月で外は寒いですが、この建物はとても暖かくて快適に過ごせます。朝のクラブラウンジに行ってみましょう。今は朝食の時間です。朝日が差し込んで空間が明るくなっていますね。もちろん、スタッフにお願いすればカーテンで光を調整することもできます。メニューを見ると、オムレツは明太子クリームソースと九州産黒毛和牛のソースから選べます。目玉焼きやスクランブルエッグなども注文可能です。そして気になったのが、デザートのクロッフル。どんな味か楽しみですね。朝食もビュッフェスタイル。いろんな料理やデザートがたくさんあって、どれから食べるか迷いますね。九州の名物料理がずらりと並びます。正直、豪華な高級料理もいいけど、こういう地元のグルメに出会えるとやっぱりホッとしますね。福岡にいることに実感が湧きます。もちろん、クロワッサンやカップケーキ、フルーツが乗ったデザートも種類豊富。朝からテンション上がります。料理をしっかりとって席へ戻ってきました。朝食タイムのスタートです。さつま揚げや明太子のパンキッシュにクラムチャウダーまで、朝からこんなに贅沢でいいんでしょうか。どれもとても美味しく、朝の光の中でゆっくり味わうと心もお腹も満たされるようです。ただ、昨日からずっと食べ続けているので、正直胃が限界を迎えつつあるのも事実です。オムレツを持ってきてもらいました。こちらは黒毛和牛のソースですね。こちらは明太子ソースの方です。それではいただきます。ソースはトマト風味で、卵は外はふっくら、中はとろっとしています。最高です。ついに気になっていたクロッフルが届きました。正体はクロワッサンとワッフルが合体した話題のスイーツですね。メープルシロップをたっぷりかけて、いただきます。
クロワッサンみたいにサクッとしていて、食べる手が止まりません。甘さとサクサク感が絶妙です。部屋で一休みした後、昼になってクラブラウンジに戻ってきました。いよいよ最後の軽食の時間です。なんと、ここでチェックアウトの手続きができるんです。手間が省けて本当にありがたいですね。もちろん、今回も食べ放題の料理やデザートが揃っています。どれから食べようか迷いますね。おお、このケーキの上には金粉が乗っています。これは絶対に食べないとですね。こちらは小倉うどんです。小倉うどんは福岡県北九州市小倉地区発祥の郷土うどん。柔らかく食べやすいのが特徴ですね。とても上品な味わいですね。麺は柔らかめですが、しっかり喉越しも楽しめます。今回のメニューはもつ鍋セット。博多の名物といえばこれですね。ですが、僕は肉や魚の内臓が大の苦手で、今回は注文せず、少し家族のものを味見してみます。ここのもつなら克服できるでしょうか。それではいただきます。ノーコメントでお願いします。家族から勧めてもらったメロンです。おお、これはめちゃくちゃ甘い。砂糖がかかっているのかと思うほどですが、つぶつぶの感触がないので、本来の自然な甘みのようです。これはすごいですね。最後に金箔が乗ったケーキをいただきます。やっぱり金箔自体に味はありませんが、乗っているだけで満足感は抜群です。チェックアウトを終え、夜のフライトまで福岡の街を歩きます。天神駅に着きました。ここから一駅で中須川端に到着です。これから物流や商業で福岡を支えてきた川沿いを眺めつつ、キャナルシティへ。本当はこの近くにある、なんと290円で食べられる博多ラーメン若田屋というお店を紹介したかったのですが、ホテルで食べ過ぎてもう何も口に入りません。歩いていると一蘭の総本店を発見。ここにあったんですね。行列もできていて、他の一蘭にはない魅力があるのでしょうか。物流商業活動で福岡市を支えた川、中川に到着です。この川は福岡の顔となっている川で、江戸時代から物流や商業活動を通じて福岡の経済を支えてきました。明治以降も港とつながる重要な川として町の発展に大きく貢献しています。そして福岡といえば屋台。中川沿いには中洲の屋台が立ち並び、地元の人や観光客で賑わう夜の名物スポットにもなっています。歴史ある川と活気あふれる屋台の両方が楽しめる福岡ならではの風景です。そう説明したんですが、なんと工事中でほとんど立ち入り禁止。屋台もほんの少ししか出ていないみたいです。川沿いを10分ほど歩いてキャナルシティ博多に到着。福岡でめっちゃ有名なショッピングモールです。名前の通りキャナル、運河のように水が流れていますね。時間帯によっては噴水ショーが見られるので楽しみです。時間になりキャナルシティ博多の噴水ショーが始まりました。中央を流れる運河を舞台に音楽と光、水の動きが一体となった演出です。ショッピングモールの中とは思えないスケールで、ここが買い物だけでなく街のエンターテインメント空間だと感じますね。音楽に合わせて噴水の表情が変わり、昼と夜で全く違う雰囲気を楽しめるのも魅力です。歩き疲れた時にふらっと立ち止まって眺めるだけでも十分楽しめます。出発の時間が近づいてきたので、福岡空港から大阪へ戻ります。本当は福岡に来たからには地元グルメをもう少し楽しみたかったところですが、ホテルでしっかり、いや、食べ過ぎるほど満喫してしまいまして、正直胃もたれが半端ないです。博多ラーメンやごまさば定食、巻きのうどんなどまだまだ気になるお店はあらかじめ調べておいたのですが、今回は泣く泣く断念。次回の楽しみに残しておきます。というのはできなかったので、お土産用として買って持ち帰ることにしました。次回来た時は福岡の地元グルメや街歩きを中心に、またこの街の魅力をお届けします。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、フォローしていただけると嬉しいです。また次回の旅でお会いしましょう。